DIY 教室クッションフロアカッターの使い方。 CF カッターはクッションフロアを壁際に沿って直線でカットできる施工道具です。今回はこの CF カッターの使い方をご紹介します。はじめに本体へ刃をセットします。本体のプレートを固定している2つのネジを緩めてプレートの隙間に刃をセットします。プレート内部ではこのように刃がセットされています。最後にネジを締めて固定しましょう。刃をセットすると本体から刃が出た状態になります。床や壁を傷つけたり怪我をしないように取り扱いには十分ご注意ください。使用後は刃を外したり刃先を反対に向けて挟み保管してください。次にプレート裏にあるネジを回して刃の位置を調整します。ネジをドライバーで右向きに回すとプレートが押し上げられ刃の位置が変わります。ネジを左向きに回すと元の押し上げられていない状態に戻ります。最初はこの押し上げられていない状態で貼るシートの余りを使ってテストします。壁際とシートの間に隙間が空いた場合は空いた隙間くらいわずかに調整すると壁際ぴったりにカットできます。さらに最大となる 2,3 ミリまで刃を押し上げるとシートが余るくらい長くカットされます。クッションフロアを敷くときにカットする壁際に余裕を持たせておきましょう。 CF カッターの丸みにぴったり沿うように床と壁にシートを挟んでしっかり押し当てます。丸みと合わせることでシートを壁際ぴったりにカットできます。シートを角に押し込みすぎて本体の丸みに沿っていないと壁際に合わせてカットすることができません。シートの右側に壁などの障害物がなければ刃が当たらない位置からスタートさせます。丸みに沿うように左手で軽くシートを押さえながら本体を床面と壁にしっかり押し当て左に向かってスライドさせてカットします。この時力を入れすぎて本体が浮いたり壁から離れてしまうとまっすぐ切ることができず壁や床に傷をつけてしまう恐れがあります。カットの始めや終わりが壁に当たる場合カットできない部分があります。これは CF カッターの構造上必ず発生します。切れずに残った部分はジベラを45度の角度で壁際にしっかり押し付けカッターの刃を立てながらジベラに沿ってカットしましょう。硬くてカットしにくいシートは低温ドライヤーで温めると柔らかくなってカットがしやすくなります。壁に沿ってカットできたら完成です。